はい、こんにちは。今日はね、メカニカルミュールやっていきたいと思います。はいどーん。先に完成後のイメージを見せとくとこんな感じで、アメリカの輸送車両なんだけど、お家に荷物を持って帰るためにこいつを作りたいということで行ってみましょう。まず荷物を置いてある場所まで移動します。はい、移動しました。っていうか、そもそもこの蘇生装置も要塞のど真ん中に置いとく必要もないので、表に持っていきましょうか。で、単純に重いものを動かしたいだけなら、以前やったみたいにこうやって車輪をつけて転がしたり、設計図機能で移動させたりみたいな方法も有効です。実際近距離とかしのごの行ってられない時はよく使いますね。とにかくこいつも持って帰りたいといえば持って帰りたいんだけど、重くてでかいし、お家の近くでやられることは考えにくいので優先度は低いかな。とりあえずリスポン地点だけ変えときます。で、今回ベースにするのは以前使っていたサイドカーって言ってもね、要塞攻略中に部品取りとかしてってボロボロなので実質作り直しですね。とりあえず材料が必要なのでその辺のドローン基地から調達しましょうか。っていうか、今回一番欲しいのはドローンスポナーなんだけど、いっそこのドローン基地のやつを持っていこうかな。ひとまずドローンが湧いてると厄介なので、ドローン5体揃えて黙らせとくとして、今必要なのはプラスチック。新しい乗り物の大きさをイメージしながら切り出してるんだけど、このくらいがちょうどいいか。とりあえずこれを持っていくとして、もうちょっと大きい方が良かったかもしんないんだけど、ざっくりイメージしながら仮組みした感じ。これはこれで悪くはないかな。あとは進みながら調整しますか。で、これね、過去に作った乗り物の部品なんだけど、その話は一遍置いといて、先に全体の構造を作っていきます。今回の車幅に合わせて長さを調整するのと、あとは間に合わせの配線を通しとけば、問題なさそうですね。この部品は両軸化したモーターを2つ逆向きにくっつけた形になっていて、片方は前進用、片方は後退用として動くような仕組みになってます。ただ回転数を確認してみると、だいたい 60rpm くらいで、電池1本にしてもちょっと遅いかもしんない。これは原因も分かってて、この逆向きにくっつけた構造だと片方が回転するときにもう片方が抵抗になっちゃって、それで遅くなってます。で、これの解決方法が最近発見されてて、このモーターをお互いに通電するようにすると、130rpm くらい届くようになりました。詳細は663とこの動画を参照していただくとして、
これで実用的な動きをしそうですね。よし、今ので肝になる部分は作れてるので、引き続き作っていきます。あとは全体を組み立てていくのと、細かいところの調整ですね。で、このタイヤとか、さっきの動力部のユニットの話なんだけど、ちょっとクリエイティブモードに移動して、あれは以前作った欠点クラートの部品を剥ぎ取ってます。こいつの細かいところは過去の動画を見ていただくとして、こいつは全身交代ができる上にハンドル操作も実装してて、かなり使い勝手のいい乗り物になってますが、問題がね、なんか不思議なくらい FPS が落ちて、こいつがいるだけでかなり動作が重たいんだよね。作った時も処理が重い手応えはあったんだけど、こんなに重かったかな。とにかく飾り付けの部品が多いのってそれが原因かなってのは予想しやすいところなんだけど、試しに外してみてもまだ結構重かったんだよね。なのでこのタイヤ頑張って綺麗に作ったはいいんだけど、ちょっと頑張りすぎた感もあるので、今回車輪の内側の部品を外してます。どうせ外側からは見えにくいんでね。もっと思いっきり削減してもよかったかもしんないんだけど、とりあえず大きな問題はなさそうなくらいにはなったかな。様子見の意味もあるんだけど、ひとまずこれを使ってみますか。ってなところで、今回それらの部品を使って作ってるわけなんだけど、だいたいこんな感じで大丈夫かな。こういうのはひとまず試運転した方が早いので、いざなかなかいい感じですね。ちょっと旋回性能は悪そうなんだけど、バックの操作も実装してるので、何回か切り返しをするような運用でいけるんじゃないかな。で、この世界では乗り物が理不尽な壊れ方をすることがよくあるんだけど、今回車軸と車体の隙間を大きめに取ることで、軸ブレした時に壊れにくいような設計にしてあります。今のところ軸がブレた時にぶつかってる説が有力なので、単純にぶつかる可能性を減らす試みですね。で、旋回性能の悪さはタイヤが太いのが主原因だと思うんだけど、この辺は耐久性とかグリップ力とのトレードオフになりそう。こいつはタイヤを交換しやすい設計でもあるので、場所によってタイヤを変えるとかもありかもしんない。スピードは電池を2本使ってる状態で時速20キロくらい。荷物を乗せた時とか坂でどのくらい落ちるかってのはやってみないとわからないので、その辺は実測で調整しますか。はい、おおむね大丈夫なことは確認できたんだけど、ちょっと操縦桿の角度が持ちにくかったので、その辺を調整してます。ちなみに左手が前進、右手が後退にしてるんだけど、これは運転中にカメラ操作とかスピード確認することが多いので、
左手で前進のスイッチをつかみっぱなしにするとして、右手を使いやすいようにっていう想定です。あとは若干の見た目調整をしといて、よし、このまま荷物を積んでいきましょうか。とりあえずメインディッシュのドローンスポナー、しばらくこれが近くにない状態で作業してたんだけど、特にベアリングが必要になることは多いので、やっぱ一家に1台は必要ですね。とはいえこいつ1台で200キロ以上あるのって人力ではなかなか難しいんだけど、よいしょ。よし、とりあえずこいつを荷台に乗せるとして、あとはその辺の荷物を適当に持っていきますか。まあ全部乗るとは思ってないし、お家の近くにいらないものを持って行っても処理が重くなるので、どちらかというと負荷テストみたいな感じなんだけど、このくらいでいけるか。よし、ではいざ。動くってこと自体は問題ないんだけど、重くなりすぎたせいでさらに旋回性能が落ちてるというか、全然曲がんない。今多分400キロくらい積載してて、経験上実運用でここまでの荷物が必要になる機会はそうそうないし、自分が降りれば自分の体重分が減るので、それで動かせればひとまずは OK にしてもよかったんだけど、全然ダメしょうがない。車体スペックとしては無理があったみたいなので、荷物を減らしましょうか。最重要のスポナーと若干の伝送品に絞って約300キロ。これで試してみると、曲がりにくいってのは相変わらずとしてなんとかなりそう。とはいえ、坂道を登るのが難しいか。平地だと全然問題ないので、これは電池を追加すればいいかな。とりあえず出力用の電池を2本から3本に増やしたのと、この2本は予備の充電用。これで試してみると、まだ足りないかな。さらに予備の電池を1本追加して、あれはまた暇な時に拾うとして、予備の電池はもう1本あるので、これを出力用に追加してみると、これで大丈夫そう。スピードはかなり遅いんだけど着実に登ってますね。こういう坂道だと車によっては段差に車体が引っかかることもあるんだけど、こいつは車高を高めに作ってるので、このくらいの地形だったら問題なく進めてます。とにかくこの山の頂上まで登ってしまえば、あとはお家まではほぼ下り坂ですね。ここまでで十分な実運用データは取れたし、あとは無事にたどり着けそうなので、その映像を見ながらまとめていきます。ということでメカニカルミュールやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。
チーフにした乗り物自体がかなり簡素で、わりかしそれっぽく作ってはあるんだけど、外装をつけたりとか、あと改良しやすいようなシンプル設計でもあるので、四輪車のベースとしていろいろ使えそうですね。まあそんなこんなんで、よし、無事にお家までたどり着くことができました。で、スポナーさえあればベアリングをいくらでも作れるので、次はそれを活用した武器を作ってみようかな。ということで、次回は鎖武器やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。